はい。これクイーンが打てないでしょ。クイーンが打てないところ、これスピアスローワーなら外から打つことができるっていうところで、即死案件。ブラック企業すぎる。これ、龍炎砲強いね。ヒーラーぶち抜かれてます。さすがに強くないこれ。やばいやばいやばい。テクラドテトンです。今回はね、アップデート情報第2弾やっていきたいと思います。タウンホール17第2弾ということでね、昨日とちょっと増えたところがあるんじゃないかなというところなんですけど、昨日は第1弾やってて、まだ見てない方はね、ぜひそちらも見ていただきたいんですけど、第2弾の方はこちらというわけで、弊社と呪文工場、そして謎のヘルパーの小屋というものと見たことないアルマジロみたいなね、よくわかんない装置が置いてあるんですけど、新しい防衛施設という形でね、こちら4点をね、テーマにやっていきたいと思います。ざっとね、項目だけ見ていこうかなと思うんですけど、龍炎砲という新しい防衛施設、ヘルパーの小屋という新しい施設、新ユニット登場、こちらですね。一つ目のなんかよくわかんないモサモサがいるんですけど、ボーラーがピンクになったかと思ったらなんか登場するのは青というね、よくわかんない。スピアスローワーというユニット、後で詳しく見ます。謎の呪文が増えてます。リバイブというの呪文ということ。これもね、名前の通りですね。アーチャークイーンがシングル相手にtagaげられちゃったよ。死んじゃいました。っていうね。ヒーロー復活の呪文みたいな感じですね。こちらも後でちょっと見ていきましょう。という4つのね、種類の新要素がね、加わりますということでね。ちょっとね、ヘルパーの小屋に関しては、あんまり、なんか戦闘とかに使うものではないので、ささーっと紹介しちゃおうかなと思うんですけど、見習い大工っていたじゃないですか。あれのニュアンスっすね。ヘルパーを発見と見習い大工を派遣みたいな感じで、なんか、合体しましたと。発見すると、ちょっと今、カンストレベルになっちゃってるんですけど、なんかラボのね、研究員をちょっと早めてくれたり、見習い大工でちょっとレベル上げて、なんか、早めてくれたりみたいな感じで、サポート系っすね。はい。上げるといいことあるんじゃないですかねってやつです。でね、早速ね、スピアスローワーから見ていきたいと思います。ステータスに関しては今表示されているような感じですね。収容スペースは16というところになっております。で、ヒットポイントが21ぐらいな感じで、何が特徴あんのみたいな感じなんですけど、シンプルにね、遠距離攻撃ができるちょっと HP の高いユニットになっておりまして、一番の特徴はね、早速見ていただこうかなと思います。こちらですね。まずは、このクロスボウにご注目。アーチャークイーンはこのクロスボウを撃つことができないじゃないですか。って言った時点でね、もう察しのいい人はわかると思うんですけど、射程が長いんですよ。スパガゴほど長いかっていうとそういうわけではないんですけど、ちょっとね、ややこしいですね、これね。はい。これクイーンが打てないでしょ。クイーンが打てないところ、これスピアスローワーなら外から打つことができるっていうところで、ひとまずね、遠くから遠距離攻撃ができるっていうのがこのユニットの特徴になっております。これをうまいこと使えばね、なんか施設をピンポイントで射抜いていくみたいなこともね、できるかもしれないし、レイジインビジブルみたいなね、なんかファイヤーボールみたいなこと、なんかクエイクと合わせたりとか、なんかいろんなね、使い方がもしかしたらできるかもしれないんですけどっていうような、そんなね、新ユニットになっております。続けてリバイブの呪文ですね。もうこれめちゃくちゃ、もうそのまんまっすよね。収容スペースは2になっております。はい。当たり前なんですけど、1体だけですね。肺に入ってるヒーロー1体を回復するみたいな、回復っていうか復活させるような呪文になっておりますというところで、実際にちょっと使ってみるので、もう見てもらった方が早いっすよ、これ。ちょっと早めに死ぬように速空能力解放しましょうか。これさ、インビジブルタワーを発動だけさせといて、こうして。どっちの方が早く死ぬかな。さすがにクイーンですね。で、ヒーローが死ぬとこういうなんか黄金のハートが落ちるんですよ。黄金のハートが落ちたところにリバイブの呪文を打つことができて、ちょっとこちらもね、普通にキングが強すぎて落ちるっていう事件起きてる。キング強すぎ案件でございましたが、さあじゃあ、復活させてみましょう。こんな感じで、復活をすると。で、当然もう能力が使っちゃったんでね。はい。即死案件。ブラック企業すぎる。これが本当の食い火ですよ、皆さん。
クイーンが死んでもね、活かせるクイヒート。強いんですかね、これね。まあ、例えばだけど、なんかロイヤルチャンピオン爆伸びさせるみたいな、そういう使い方ももしかしたらできるかもしれないみたいな感じなんですけど、どうですかね。まあ、紹介だけすると、まあ、今みたいな感じがね、新ジーボンのあれなんですけど、まあ、ロイヤルチャンピオンをなんかね、伸ばしてみたりとか、まあ、リターンの呪文がね、今回なんか強化入ってるみたいなところなんで、その辺と合わせてみたりとか、なんかいいことありますかね。まあ、どっちかっていうとね、なんか、予備の呪文としての使い道になるんですよ、これって。だから、プランニング通りに行くときって基本ヒーロー殺さないんですよね。だから、殺す前提のヒーロープランを組むっていうのが、まあ、新しいのかな。まあ、リバイブの呪文。なんか保険で持ってくにはもったいなすぎて、ヒーロー死んだ時用の呪文としてこのリバイブの呪文持ってくぐらいなら、死なないようにフリーズ2枚持ってた方が強いかな、みたいな感覚を持っているので、なんか、そもそもプランとして死んじゃうようなプラン組んでわざわざリバイブの呪文使うみたいな方が、まだ可能性としてはあるのかな、みたいな感じですかね。ちょっとまだね、そういったプラン組んだことないんで、わかんないんですけど、なんかいいアイディアとかある方、ぜひ、ね、さっきの新ユニットと合わせて、コメントたくさんください。さあ、そしてじゃあ、新防衛説見ていきますか。はい、このアルマジロくん、龍炎砲という名前になっておりまして、まあ、今回ちょっと今スーパーチャージもついてるんですけど、範囲ダメージがなんとね、これ陸も空も両方入る一直線の攻撃みたいな、なんかクロスボウみたいな雰囲気のね、攻撃もするんですけど、範囲ダメージでなんか結構強いっすね、これ。で、射程16マスって偉くない？これ結構強いよ。強くないこれ普通に。強い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 。強いよ。バースト20発ってことかなこれ。結構強そうなんだよね。強そうというか、まあ大事だね、この防衛説はね。射程16マスがね、結構広かった。さっきちょっとだけね、なんかもう、ババーって攻めた時に、とんでもない距離のヒーラーが撃たれて食い火やった時に、これみたいな。こんなところから撃たれますかみたいな。で、まあ言ったんですけど、今、クイヒーって言ったんですけど、まあ、もちろんね、これタウンホールと同じように、クイーン越しにヒーラーも撃たれるんで気をつけてくださいというところで、まあ実際に動くところ見ていきましょうか。はい、というわけでね、まあ適当にユニットを組んできたんですけども、昨日ちょっとね、質問があったので、この、シントラップ、ギガボムの方もね、ちょっと、ギガ爆弾の方もちょっと回答しようかなと思うんですけど、まあ一応コメントでもね、返したんですけど、他に同じような質問をね、思った人もいるかもしれません。これトーム中でもこのギガウォーデンの、なんか、スプラッシュは反応しますかみたいな。はい、もちろんですと。トーム中関係ないですね。よーく考えてみると、トーム中であってもトルネードは一緒にくるくる回るでしょ。あれと同じですね。はい。で、今、同時にね、今起こったんですけど、壁で囲われてるとか、まあ、壁を越えないっていうところですね。吹っ飛ばすことを利用して壁の反対側にユニットを連れてっちゃえば強くないですかみたいな。はい。これ壁に引っかかって越えれないみたいなね、ニュアンスで考えていただければっていう感じです。そしてちょこちょこ攻撃してるこいつも結構強そうですねと。まあ、ちょっとじゃあ、タウンホールを越えて進むような感じで、進めますか？ああ。ちょっとレイジなんか置いちゃって。タウンホールあんま強くねえんだよな。感覚。さあ、来ました。結構射程長いでしょ。これがね、ヒーラーとかも入ってくるんですよ、これ。これ、龍炎砲強いね。ヒーラーぶち抜かれてます。さすがに強くないこれ。やばいやばいやばい。これは強いね。で、まあ、新レベルのマルチアチャーターの援護も後ろから飛んできたりして、すごい雑に置いたこれだけでも相当強く見えましたね。はい。そしてこの龍炎砲は実は、射程みたいな感じで、なんかエアスイーパーみたいな感じでこのね、向きがあります、なんと。4方向。これ結構大事になってきますね。龍炎砲はね、攻撃力が結構高そうだみたいなのは分かったとは思うんですけど、全方位攻撃じゃないというところでね、ここで結構配置とのね、駆け引きがね、生まれるんじゃないかなと。エアスイーパーと同じように、龍炎砲もね、どの角度で攻撃をさせるかみたいなのが大事になってきますね。まあ、ちょっとじゃあ、
新ユニットもせっかくなんで使ってみますか。まあ、それもとね、戦わせてみるか。ほら。じゃあ、オーデンなんかつけちゃってね。はい、で、この辺適当にトーム打ちまして、まあ、ちょっとある程度ね、この龍炎砲の攻撃もね、見てみたいので、一旦ここら辺は呪文なしで耐えてみますか。ヒーリングトームが入ってるんですけど、うん。一直線上だと攻撃を受けるって感じ。横にずれてると、受けないやつも出るみたいな。範囲がね、ほら、この距離だとちょっと横で、ウォーデンとか攻撃受けないんだね。綺麗にまっすぐなってないと、なんか貫通ダメージは入りませんみたいな。長弾大砲とかね、わざわざ攻撃して、まあ長弾だからね、ドゥドゥンって跳ねるから、あれなんだけど、もう本当に綺麗に一直線上じゃないと攻撃ができないっていうところですね。というような感じでね、今回はね、この、龍炎砲と、新ユニットスピアスローワーと、リバイブの呪文ヘルパーの小屋だっけというものがね、新登場という回でございましたが、皆さんいかがでしょうか。感覚はね、あんま新ユニットは強そうじゃないなって今は思ってるんだけど、なんか画期的な使い方。まあやっぱりね、ロイヤルチャンピオンのなんだろう、ロケットスピアみたいな使い方ができなくもなさそうなんで。まあとはいえって感じかな。あとはリバイブの呪文だね。あれもなかなか難しいね。まあなんか使い道があったら使われるんじゃないかなとは思うんだけど、ちょっとそんな使い道がまだわかんないっす。まあシンプルにこの竜炎砲は結構強いんじゃないかなと思って、まあね、新しいしね、楽しいよね。うん。まあこのマルチと長弾もね、一個ずつ増えてるっていうのも結構強い様子かなと思いますので、今日はこんな感じに終わりたいと思います。まあ、そして3日目はついにこの謎の施設について触れていくような回になりますので、そちらも合わせて、第1弾を見てない方はぜひそちらも合わせてという形でね、もう本当にタウンホール17がね、かなり近づいてきてますのでね、事前にこうやって動画でね、学習というかね、見ておくことはかなり大事になってきますので、よく見るとなんかこのスピアスローワーの鎧みたいなのがね、弊社のところに載ってましたというような形でございます。というわけで今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。